今日はハッシュドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ハッシュドポテトを作っていきたいと思います。以前にもね、何回か私のチャンネルでハッシュドポテトレシピをご紹介しているんですけれども、今回はですね、四角いサクサクのハッシュドポテトを作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにハッシュドポテトの材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、玉ねぎ、片栗粉、塩、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずじゃがいもですね。今回はメークインを使用していきます。そして今回のね、ハッシュドポテトなんですが、中に少し玉ねぎを加えていきます。こちらはお好みでね、玉ねぎが苦手だったりない場合は入れなくても大丈夫です。入れていただくとね、少し風味のアクセントになるので、ある場合はぜひ入れてみてください。そして今回はシンプルに塩だけで味付けしていきます。コンソメ味などにしたい場合は、こちらは顆粒のコンソメで代用していただいても OK です。それでは続いてチーズソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。とろけるチーズ、牛乳、お砂糖、薄力粉、有塩バター、こちらの5つの材料で作っていきます。チーズに関しましてはこちらピザ用のとろけるチーズを使用しています。こちらはお好みでチェダーチーズなどを使っていただくのもおすすめです。そしてチーズソースにですね、少しお砂糖を加えていきます。砂糖を加えるとコクが加わって美味しい仕上がりになります。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにチーズソースから作っていきたいと思います。耐熱の器にとろけるチーズ、そして牛乳、あとはお砂糖、そしてバターを入れます。そしたらふんわりラップをかけて1箇所空気の出入り口を作ってください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたら一度ラップを外してください。そして一度よく混ぜます。これでチーズを溶かしてください。ちょっとね、こうチーズが分離してるので泡立て器でね、しっかりめに混ぜていただくといいかなと思います。だんだんね、牛乳と混ざり合ってきます。1分ほどですね、しっかり混ぜたら続いて薄力粉をふるって加えます。はい、そしてよく混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。そしてよく混ざったらもう一度ラップをして、そしてもう一度電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。器がね、すごく熱いのでやけどしないように注意してください。そしたらラップを外します。そしてもう一度ね、よく混ぜましょう。このように滑らかになるまで混ぜたら、最後仕上げですね、もう一度ラップをします。そして電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。また器もね、すごく熱いので注意してください。そしてもう一度よく混ぜます。はい、これでね、簡単なチーズソースの完成です。こちらですね、時間が経つと少し硬くなるので、硬くなってしまった時はもう一度ね、電子レンジで温めてみてください。ソースはこれで完成です。それでは続いてハッシュドポテトを作っていきます。まずですね、じゃがいもの皮を剥きます。芽がある場合はね、このように取り除いてください。では残りもね、同じように皮を剥いていきます。はい、このように皮を剥いてください。そしたらね、じゃがいもを千切りにしていきます。メークインはね、ちょっと幅が長いので、まずね、横にスライスして、その後千切りにしていきます。スライサーがある場合はスライサーで行っていただいても OK です。ではね、まず薄切りしていきます。このように薄切りにしてください。薄切りにする時にね、じゃがいもが転がりやすいので手を怪我しないようにだけ注意してください。そしたらこちらを千切りにしていきます。はい、このようにね、千切りにしてください。そしたらね、こちらはボウルに入れます。今回
回ねじゃがいものでんぷんも利用していくので、こちらは水にさらさなくて OK です。ただね変色しやすいので手早く作業するようにしてください。それでは残りも同じように千切りにしていきます。はい、じゃがいもはこのように千切りしてボウルに入れてください。それでは続いて玉ねぎですね。玉ねぎも薄くスライスしていきます。繊維を断ち切るようにねスライスしてください。このようにスライスしたら、あとはね適当にざく切りにします。はい、このくらいですね。ざく切りしていただければ OK です。そしたらですね、こちらもじゃがいものボウルに入れましょう。このようにねボウルに入れたらラップをかけます。そして1箇所ね空気の出入り口を作ってください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。ラップを外してください。そしたらですね、一度よく混ぜましょう。はい、このように混ぜてください。そしたらここにお塩と、あとは片栗粉を加えます。そしてよく混ぜてください。片栗粉のね粉っぽさがなくなるまでしっかりね混ぜましょう。はい、このようにまとまれば OK です。そしたら今からこちらを形作っていきます。それではですね、作りたい大きさ分だけまず取ってください。結構ねペトペトするので一度ラップで包んで形を整えます。まずね隙間がないようにギュッギュッギュッと押さえてください。その後はねお好みの形に整えてください。今回はね長方形のハッシュドポテトにしていきます。厚みはだいたい1センチぐらいを目安にしてます。きちんとね密着させることで揚げた時にね形が崩れなくなります。こういったものをね使っていただくといいかなと思います。はい、このようにね形作ってみてください。ではね残りも同じように作っていきます。ラップはね再利用できると思うので再利用していただくとねいいかなと思います。はい、出来上がりました。今回はね約9センチ ×6 センチぐらいのものが4個と、あとはその半分ぐらいの大きさが1個できました。こちらは目安にしてみてください。それでは今から揚げていきます。ではフライパンを用意してください。そこから1センチほどの油を注ぎ入れます。そしたら火にかけます。火にかけたらですね、このまま油がまだ常温の状態から揚げていきます。そっと入れましょう。常温の状態から揚げていただくことでじゃがいもの甘みが引き立ちます。火加減は中火です。このまま表面がサクッとしていい揚げ色になるまで揚げていきましょう。最初ね動かしたりしてしまうと崩れやすくなるので、表面がね固まってくるまでは動かさずに揚げてください。はい、今ね2分30秒ほど経ちました。ちょっとねプクプクしてきてる状態です。途中でね油跳ねしたりする場合もあるので、こういったね油跳ね防止ネットなどあるといいと思います。こちらはね100円ショップでも売ってるので是非ねチェックしてみてください。はい、今ね5分ほど経ちました。そうするとね表面もだいぶしっかりしてくるので、5分ぐらいしたら裏返しましょう。この時もねやけどしないように注意してください。よいしょ。またねこのまま揚げ続けていきます。はい、今ね裏返してから3分ほど経ちました。そしたらねまたひっくり返します。ひっくり返したら火加減強めの中火にします。最後はですね高温でいい揚げ色になるまで揚げていきましょう。時折ね裏返しながら揚げてください。この時もねやけどには十分に注意して揚げてください。このようにね一度空気に触れさせていただくとカリッと揚がりやすくなります。こちらは2度揚げ効果です。余裕があればねやってみてください。はい、今ねトータルでだいたい10分ほど揚げました。このようにいい揚げ色がついたら取り出します。はい、このようにねザクザクで美味しそうに揚がりました。それではこのままだいたい3分ほどですねしっかり油を切ってください。油切りする時はですね少しねこうやって立てかけていただくと、この下と接着面が少なくなるのでべちゃっとした仕上がりになりにくくなります。では油切りしていきます。はい、これでハッシュドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はねこういったペーパーでね持ち手を作っていただくといいかなと思います。そしてこちらがチーズソースです。
はい、このようにね、とてもサクサクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずこのままいただきたいと思います。いただきます。外側がすっごくサクサクで、中はどちらかというとね、ちょっともっちりとした食感に仕上がってます。美味しい。この玉ねぎの香りが効いてますね。そしたら続いてソースにつけていただきます。いただきます。チーズソースもすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のハッシュドポテトのポイントです。まずじゃがいもの品種なんですが、今回メークインを使ってます。ハッシュドポテトを作るときはメークインを使っていただくのがおすすめです。ただですね、メークインは少しね長さがあるので、細切りにするときは縦ではなくて横に切って、その後千切りにしていただくといいかなと思います。今回私はね全て包丁で千切りにしたんですが、結構ね時間がかかるので、スライサーのねおろし器を持っている場合はそちらでやっていただくと簡単にできると思います。そして千切りにしたじゃがいもなんですが、今回じゃがいものでんぷんも利用しているので、水にさらさずに作るようにしてください。ただですね、水にさらしておかないと変色が早くなりますので、手早く作業するようにしてください。そして今回ね、玉ねぎも少し加えてます。ちょっとね玉ねぎを入れていただくだけで風味が変わるので、ぜひねやってみてください。もし苦手な場合は抜いていただいても大丈夫です。そしてじゃがいもと玉ねぎを切り終わったら、電子レンジで軽く加熱してください。そうすることでじゃがいもが柔らかくなってまとまりやすくなります。そしてその後はですね、片栗粉と塩を加えてしっかり混ぜてください。あとは粉っぽさがなくなったらお好みの大きさの形に整えるんですが、この時空洞ができないようにしっかり形作るようにしてください。あとはですね、今回常温の油から揚げてます。ゆっくりね揚げていただくことで表面がねよりカリッとしやすくなるのと、じゃがいもの甘みも引き立って美味しい仕上がりになります。そして揚げ始めの時なんですが、最初にね動かしたりしてしまうとバラバラになりやすかったり形が崩れたりしてしまいますので、表面がね固まってくるまでは動かさずに揚げるようにしてください。そして揚げ時間についてなんですが、こちらをね作る大きさや、あとはフライパンの大きさなどによってもね適正な揚げ時間が変わってくると思いますので、こちらは目安にしてみてください。そして今回チーズソースもご紹介しました。こちらもねハッシュドポテトにすごくぴったりなので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はハッシュドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。